あれいないじゃん。おーい。あ、すいません。よいしょ。よいしょよいしょよいしょ。すいません、ビールを取りに行ってました。お前はいつもそうやってどんくさいんだよ。すいません、お久しぶりです。今年の正月会って以来だな。元気でしたか？おかげさまで。あ、まだタバコ吸ってるんですか？正月に辞めるって言ってたと思ってたんですけど。やめたよ、3日間だけ。それは辞めたって言うんですかね？仕事が忙しいんだよ。仕方ないだろ。今何の記事書かれてるんですか？ほら、こないだ風俗行って騒がれた議員のまた別の汚職疑惑。えーっおと、前新聞読んでないな。昔はよくネットニュースとか読んでたんですけど、気分が沈むような記事ばかりで、僕に良くないって政治家の先生に言われたので、やめました。すいません。不思議だよな。まあでもいやらしいニュースの方が人は読みたがんだよ。それはあれですかね、自分のパンツの匂いを嗅いでしまうようなものですかね。えほら、嗅いじゃうじゃないですか。臭いんですけど、脱いだ後のパンツ。どんな例えだよ。あれ、僕だけですかね。そんなことしないだろ、普通。そうですよね。すいません。大手新聞社に勤めてる方はそんなことしますよね。やっぱ人間としての価値が僕なんかとは違いますもんね。すいません。別にそういうこと言ってるんじゃなくて。今日も出勤だったんですか？ちょっとだけな。本当すごいですね。夢を叶えて。まあ思った以上にブラックだけどね。でももう慣れてきたんじゃないですか？まあぼちぼち。さすが八木先生に新聞部の星って呼ばれてただけありますね。そう呼び出したのはお前だろ。あれ、そうでしたっけ？そうだよ。お前が入り先生に新聞部の恥っていうのを聞き間違えて、俺のことだって勘違いしたのが始まりじゃん。そうでしたかね。僕は新聞部の恥だったんですかね。そりゃ新聞部のくせに国語で学年最下位取ったらな。そんなこともあったかもしれません。30点ぐらいでしたかね。6点な。え点数盛るなよ。6点だろ、あの時。すみません、ちょっと電波が悪くて何言ってるか聞こえないんですけど。まあ、ごまかすなよ、お前。できそうな見た目なのに残念だよ。勉強できそうな見た目してます。うわ、びっくりした。何がだよ。急に出てくるから。急に出てきたのそっちじゃん。画面になんか変なの映っちゃってるんですけど。いやー、つなげるのに手こずった。そもそもアカウント作るのになんで職場の情報まで入れなきゃいけないのよ。まあ、もともと会社の会議用だからね。カメラに誰も映ってなくて、あれなんか知らない人。私、機械疎いからこういうのいまいちよくわかんないのよね。あれじゃないですか、カメラ内側のやつに変えないといけないんじゃないですかね。そもそもこれどこにカメラついてんのよ。よくわかんないな。多分左上にこうくるって。できたできた。お久しぶりです。うわ、2人とも久しぶり。久しぶり。ちょっと待ってね。また渋いの飲んでるな。これが一番しみるのよ。おじさんみたいですね、ちょっと。まだタバコ吸ってるの？それさっき僕も言ったんですけど。せえな、どいつもかいつも顔合わせりゃタバコタバコって。成人式で会った時にやめるって言ってたじゃない。やめたよ。5日間だけ。成人式の後もうちょっと頑張ったんですね。あの時、八木先生にもやめろって言われてたじゃない。ヘビースモーカーのあいつに言われても説得力ないわ。確かにいつも部室で隠れてタバコ吸ってるのあれやめてほしかったですよね。あれ、八木先生だったんだ。なんかいつも部室やにくさいと思ってたのよ。俺、あれ当時は嫌だったけど、今は気持ちがわからんくもないな。タバコ吸うたびにいちいち郊外なんて言ってらんないね。そんな不便ならやめればいいのに。やめられないから困ってんだろ。じゃあこの自粛期間中にやめてみるっていうのはどうですかね。どういうこと？すいません。何への謝罪だよ。すいません、わかりにくくて。会社に行く頻度も少なくなってると思うので、逆にやめやすいかなって思っちゃってるなんかしたんですけど。いやー、逆に口寂しくて本数増えとるぞ。そうですよね。僕はタバコじゃないんですけど、爪切るのをこの自粛期間中にやめてみました。こんな感じなんですけど、見えますかね。うわ、切ったな。どんな理論よ。家から出られないこの時ぐらいしかできないことしたいなと思って。どうせならもう少し有意義なことすれば？そうですね、すいません。そういうお前は何か始めたのかよ。
私はだって仕事いつも通りだもん。むしろ忙しくなったわよ。あれ何してんだっけ？看護師。ああ、なるほどな。じゃあ今、大変な時期ですよね。そうね。本当皆さんすごいです。あれ今何してんの？僕ですか？あれ、小学校だった時に映画館で働いてるって言わないっけ？だったんですけど、でも映画館とか今は閉まってるでしょ？そうなんですよね。それで、じゃあ無職なの？いや、一応、収入はあると言いますか、そういえば今日この3人だけ？いや、あいつも来るはずなんだけど。また下品なお水の女みたいな格好してくるのかしら。別にそんな格好してないだろ。してたじゃない。バッチリメイクで学校来てよく怒られてたでしょ？いつも思ってたんですけど、どうしてそんなに昔から彼女の服装にそんな冷ややかなのかな。当たり前でしょ。不死だらよ、不死だら。お前には関係ないだろ。分かってないわね。ああいう女が21世紀の女性全体の価値を下げてんのよ。そうなのか。ああいう女の武器でのし上がろうとする女、大っ嫌い。おいおい、あんまり飛ばすなよ。今飲まなくていつ飲むのよ。また成人式の時みたいになっちゃうぞ。大丈夫よ。成人式なんかあったんですか？あ、お前成人式来なかったもんな。こいつ酔っ払って八木先生の靴に思いっきりゲロ吐きかけたんだよ。仕方ないでしょ。なんか先生見てたら気持ち悪くなっちゃったんだもん。それはなかなかなんか失礼なんじゃないかなって思っちゃったりする。こいつ、あ、やばいっつって、ゲロゲロって。今は誰も周りに吐きかける相手いないんだからいいでしょ。カメラ越しでも吐いてるとこ見たくないわ。でもなんか、ちょっと気持ち悪くなってきたかも。俺見ろ。でも、派手な格好見たら私吐いちゃうわ。今回はそんなに派手に着飾ってくるようなタイミングでもないんじゃないかなって思うんですけど。逆になんでお前そんな格好してんだよ。もう少し気遣え。あれ、決してなった感じじゃなくて、普段通りの格好で来いっていうふうに聞いたもんだから、そうは言っても限度ってもんがさ。すいません、今すぐ着替えますね。すいません。申し訳ないです。やめて。いや、ごめん。そのままでいいって。お前言葉尻そのまま捉えすぎなんだよ。すいません。まあ、普段の感じで思い出話するだけって俺言ったしな。そっか、所詮リモートだしね。そもそも来ないってことはないんですかね。部活もそもそもあまり参加されてなかったので。っていうか、あの子が記事書いたことはあった？いや、なかったと思う。ほんといちいち気に食わなかったわ。何のために新聞部入ったのって感じ。やっほー、みんな元気来ました。噂をすれば。また私のお久しぶり。相変わらずね。そう急にかしこまっちゃって、なんか言いたいことあったんじゃねえの？いや、なんかすっごい場違いなくらいおしゃれだなーって。ほら、こんな時は逆に華やかな方がいいかなって思って。逆すぎる。髪まで巻いちゃって。これ巻いてないよ。朝起きたらこうなってたの。生まれつきほら、私が盛り上げないと他は期待できそうにないから。それどういう意味かしら。笑顔なのにすごい怖いんですけど。よくこんな4人で部活3年間持ったよな。4人しかいなかったから持たせるしかなかったんでしょ。私はちょっと後から入った身だったけど、このメンツでよかったって思ってるよ。私も私も飲もっと。何飲まれてるんですか？私カシスオレンジ。私ワンカップ大関。何それ、かわいい。あざとさをわきまえとるな。あざとくない。皆さん本当お変わりないですね。でもさっきの話。何？これってそもそも3人が立ち上げメンバーだったじゃん？はい、そうでしたね。私、新聞部の立ち上げ秘話聞いたことはないなーって思って。あれ？そうだっけ？そりゃ名ばかり部員だったあんたが知ってる方が不思議でしょ。もともと俺が発起人でさ、高1の時入りたい部活なかったし、俺書くの好きだったから。で、同じクラスのみんなに声かけたら、2人が興味あるって言うからさ。
それでその時私たちの担任だった八木先生に顧問になってもらえないか頼んだの。で、私が夏に参加したと。まあ確かに部活一緒じゃなきゃ関わらなかった4人よね。そして不思議な4人のままで終わっちゃいましたね。お前が言うな。そうよ。あんたが新刊雑誌に部費3万円とか書くから。すいません、部費って生徒会から支給されてるお金のことだと思ってしまって。懐かしい。八木先生もチェックしてくれてたので、顧問によしって言われたら僕も疑わないかなっていう。ここにいない人に責任転嫁してんじゃないわよ。待って、待って、うるさい、うるさい、うるさい。待って。待ってる。みんなと会うのって、実は成人式ぶり？今更？まあ、これを会うと呼ぶかは微妙だけどな。そうだけどさ、こうやって顔合わせるの。そう。僕は成人式行ってないので、もっとですね。ああ、そっか。じゃあ、卒業以来ってこと？そうなりますね、はい。みんな最近何やってるの？私は今年から看護師だから毎日忙しくしてる。じゃあ、お医者さんの彼氏できちゃったとか？え？看護師ってお医者さんとよくできちゃうんでしょ？できてないんだったら何か？だ。毎晩一人で寂しくワンカップ大関飲んでるんだなって思うと、私、涙が出ちゃう。ピエンピエン。でも寂しいからって誰かさんみたいに男にひょいひょいついてくわけにもいかないじゃない？それ誰の方？おいおい、あんまり飲みすぎるなって。今日はいいのよ。二人は？俺は新聞社にちゃんと就職したよ。あ、じゃあまだ東京にいるんだ。そう、仕事もあるし。私も大学院東京だけど、授業リモートだし、早い段階から実家に帰ってきちゃった。お前がいいん？意外すぎる。そう？本当のことかどうか疑いたくなっちゃうくらい。なんで？だって昔から勉強嫌いって感じだったじゃん。もう少し勉強する気になったの。でも結構いい大学に進まれてたので、僕はなんか納得かなって思っちゃったりする本当にんですけど。実力で進んだのか怪しいけどね。まあ、大学は推薦だったしね。そういう意味じゃないわよね。また僕ですか？まあ、他の奴らはみんな話したからな。僕は精神科の先生に勧められて、大学は2年目でちょっと中退してしまいまして。大学辞めちゃったんだ。でもさっき映画館で働いてるって。そうなんですよね。だったんですけど。でも今、映画館って閉まってるでしょ？そうなんですよね。それで無職ってこと？でも収入あるってさっき言ってたじゃん。今年の正月といえば、まだ彼女と本番できてないっていう話はどうなったんですか？なんて話持ち出してんだよ。は？まだできてないの？あれ？彼女の名前ってなんだっけ？さきちゃんよ、さきちゃん。まだ続いてるんだ。まあ、今何年目？7年。その後、挿入はできたんでしょうか？お前、挿入ってお前。まだだよ。情けないわね。ほっといてくれよ、他人の性事情なんて。ね、昔から推しが弱いのよ、推しが。出たよ、説教情報。何が説教情報よ、事実じゃない、事実。でも私はそうやってゆっくり進むのもいいと思うな。どの口が言うのよ。でもやっぱりちょっと7年は時間かけすぎなんじゃないかなって思ってたんですけど。クリスチャンも今時そんな時間かけないわよ。うっせえ、彼氏彼女もいないお前らに言われたくないわ。私たちの話は今関係ないでしょ？俺は少なくとも彼女いるぞ。僕は私はね、純粋なんです。運命の相手を待ってるんです。誰かさんみたいに男コロコロ変えるような下品な女じゃないんです。私コロコロ男変えたりしないもん。別に誰もあなたのことだなんて言ってませんよ。あれれ、自覚があるんですか？今絶対私に向かって言ったじゃん。じゃあ高校時代何人の方とやったんですか？そんなにやってないから。
鈴木くん、たけし、りょうたろう。ゆうくん、堀池、石垣。いや、両手なんかい。ちょっと思い出しきれないな。どうせ私は少女よ。ただの少女ですよ。でもね、私は毎日充実してるからいいんだもん。え？私はね、日々満たされてるの。ワンカップ大関とタイの BL ドラマで満たされてるからいいの。またマニアックなとこ行ったな。マニアックじゃないわよ。今すっごいマーケットが大きいんだから。年間作られる制作数も数十本だし、YouTube で公開されてる作品もあって、そして何より俳優同士の絡みがすっごい。何の話だよ。そしてあの光り輝く白シャツ、いくらでも見てられるわ。でも、見てるだけでいいの？いいわよ。他人の幸せを見てるだけで満たされるの？そうだけど。でもそれって他人がイチャイチャしてるだけじゃない？自分には関係ないし、まして本物じゃなくて演技だし。バカね、あんた。あの演技の中には本物の愛が光ってんのよ。でも私だったら、私が愛されたいし、私がイチャイチャしたいな。は？演技のイチャイチャを見てるだけで満たされるなんて、すごいね。私はあんたみたいな性の権下と違って二人の愛を見てるだけで満たされるわよ。泣いちゃってますよ。もうだいぶ酒回ってるな。ごめん。そういうつもりじゃなかったんだけど。どういうつもりなのよ。ほら、今は病院もすっごく大変な時期なのに、他人を助けてばかりの毎日の中、幸せそうな他人をさらに家で鑑賞して、尽くすためだけに生まれてきた、みたいな人生を送って満たされちゃうのって、シンプルにすごいなーって。それフォローになってないよ。僕ちょっとトイレ行ってきますね。ああ、このタイミングで？すみません、もうちょっと漏れてるんで。汚ねえな。そうよ。どうせ他人に尽くす毎日よ。いやー、ほんと偉いと思うよ。でもね、他人に尽くせる私は少なくともいい人間よ。やることなすことすべて自分の利益のための女よりずっとマシな人間よ。また私のこと言ってる？どうも？自分のやってきたこと振り返ってみなさいよ。私そんなに自分本位な人間じゃないもん。みんな知ってるのよ。何よ？高校の頃から噂になってたんだから。何の噂よ？おいおい、酔ってるんだからそれぐらいにしとけって。あんたが新聞部に入る前、ごってごてに化粧し始めた頃から、そりゃもう数知れぬ噂が立ってたわよ。そんなのみんな根も葉もない噂よ。どうだか。みんな本気で信じてたの？誰も信じてないよ。でも推薦もらったじゃない。それが何？実力で取ったわけじゃないくそんせに。なことない。おい、みんな知ってるのよ。推薦取るために学年主任と寝たんでしょ。やめろって。新聞部のみんなまでそんな噂信じてたんだ。誰も信じてないよ。ただみんな面白おかしく言ってただけだって。みんなひどいよ。あんなやつと寝るわけないじゃない。今のは言い過ぎだよ。でも、俺らも社会人なんだから謝っとけって。ごめん。言い過ぎた。手でしてあげただけだもん。え？ごめん。なんて？電波悪い？手でしてあげた。黒じゃねえか。やっぱりね、あんたが推薦もらえるなんておかしいと思ってたのよ。私の金で何しようと？私の勝手でしょ。どういう問題じゃないわよ。自分が欲しかった推薦もらえなかったからって嫉妬しないでよね。いやー、ひどい。あんたみたいなろくでなし見たことない。あんなやつと3年間一緒の部活だったなんて。こんなこと言って大した活動してなかったじゃない。俺は毎月学校新聞書いてたぞ。私だって記事寄稿してたもん。私だって八木先生とよくおしゃべりしてたもん。それは新聞部の活動じゃないだろ。八木先生もなぜかあんたには甘かったよね。確かに。
そもそも、なんであんたみたいなやつが新聞部入ったのよ。しかもあんな変なタイミングでな。私だって入らなくたっていいなら入りたくなかったわよ。あ、出たわね、本音が。でもうちの学校部活強制じゃん。先生たちが入れ入れってうるさかったんだもん。なんどうせなら、女手にとかに入りなさいよ。で好き好んで汗かかなきゃなんないのよ。もう信じらんない。ろくでもない女ね、ほんと。そんなことない。あんた以上のろくでなしがいたら逆に見てみたいわ。いやー、他3人がまともでよかったな。あ、もしもし。変えた？あ、そうそう。うん。売ってるマスク全部買って、こっち送ってくれれば。あ、送料も持つから。うん。どんな種類のマスクでもいいから。うん。はい。はい。よろしくお願いします。はい。じゃあね。はい。ありがとう。はい。はい。はい。すみません。お待たせしました。もっとろくでなしじゃねえか。え電話してるの丸聞こえだったよ。あんた、まさかマスク転売してるの？さすがに引くわ。最低！人でなしよ！仕方ないんです。映画館は閉まってて、お金稼げないし、親は大学辞めてから関東当然で、助けてくれないし、自分で何とかするしかないんです。そんなの言い訳でしょ？みんな大変な中でやりくりしてんのよ。そうだよ。私だって今バイトなくて困ってるんだから。お金持ちのお家の人と一緒にしないでください。私そんなにお金持ちじゃないし。誕生日にどの車買ってほしいか決まったか？ちょっと今入ってこないでよ。誰にマスク送ってもらってんだよ。メキシコにおばが住んでて、あっちはまだそんなに流行ってないものですから。まあ、海外から仕入れてるなら。よくない。きっとそれでぼったくってんのよ。ぼったくって、送料と僕の生活費がかかってるので、その仕方ないと言い人ますか。間としてダメだね。自分勝手だな。彼女がやらせてくれないからって他の女とやった男に自分勝手とか言われたくないんですけど。何それ。お前どうして他人の秘密をそうベラベラと。今年の正月に行ってました。成人式の次回会場の喫煙所でいい感じになった他校の女とやったって言ってましたよ、この人。あん時は酔ってたんだよ。そんなの理由にならないよ。さきちゃんかわいそう。不正公先生のために教師のやったやつ言われたくないわ。その噂は本当だったんですか？寝てません。手でしてあげただけです。一緒のことだろやっぱり相手は学年主任ですか？別に私は誰も傷つけてないもん。他の推薦取られるはずだったやつの気持ちうっさはいわね。マスク転売男よりマシでしょ。僕はマスクを供給して人々を助けてますけど。ぼったくりは供給って言わないわよ。日本語勉強しろよ。そんなんだから八木先生に新聞部の恥って言われるんだろ。浮気男の方が恥ですけど。それはないかな。抵抗期女は黙っててください。お前正月の時2人だけの秘密って言ったら他人のことすぐ他の人にこと言うのやめろよ。あとマスク転売してんじゃねえ。そんなんだから独り出しできねえで実家にいるんだろ。あとマスクは供給って言わねえからな。いい加減にしてよ。こんなんじゃ、八木先生に顔向けできないでしょ。今日の葬儀に参列できないから、この飲み会開いたんじゃないの？久しぶりにみんなで思い出話して、楽しく先生を送り出すためにこうすることにしたんでしょ。ごめん。言い出しっぺのあんたがそんなんでどうすんのよ。私さ、こんな時だからみんなに話しておきたいことがあってさ。私、高校入ってすぐ妊娠が分かって下ろしたんだよね。ああんた、まだそんな話する気？違うの聞いて。お願い。今日だけだから。きっと今言っておかないともう口に出せることもないから。
私ね、ずっと早く大人になりたかったの。なんでかわかんないんだけど、生き急いでたのよね、昔から。周りの誰よりも早く大人になりたかったの。でもさ、そしたら急に大人の責任が私を襲ってきて、ほんと、自業自得なんだけどさ、顔はほてって赤くなるからメイクでごまかして、でも時間の問題で時期にごまかしきれなくなって、その時生徒指導員だった八木先生に打ち明けたの。それから先生、何かと気にかけてくれるようになってさ。だから新聞部に入ったってこと？私なりの感謝だったのよ。先生も部員探してたしね。さっきのその大人の責任って何のことなんですかね。マックでハッピーセットが頼みにくくなるとか、そういう話だったんですかね。一体何の話をしてんだ、お前は。おもちゃのついてこないハンバーガーは、思った以上に大きかったってことね。どういう例えよ、それ。当時ね、先生に言われたの。生き急ぐな。今は辛抱強く待つ時だって。より良い未来のために。だから、もう少し辛抱強く勉強しようと思って、大学院進むことにしたんだよね。私も同じこと言われたわ、受験の時。みんな言われてんの？何それ？ほら、私推薦もらう気満々だったから、自分が指定校推薦もらえないって分かった時、なんかもう全部嫌になっちゃって。特に大して勉強もしてないような女が選ばれてるのにさ。ごめん。3年間私が努力して勉強して成績保ってきたのは何だったんだろうって。努力しても報われないんだって思ったら、なんかそっからセンターの勉強するのもバカバカしく思えて。でもその時先生に同じこと言われた。今は辛抱強く待つ時だ。より良い未来のためにって。なるほどな。いい先生だったよね。そうだね。僕は嫌いでしたね、八木先生。今それ言う？すみません。秘密にするのはちょっとやっぱ良くないかなと思ったんで。なんで？秘密にすると、浮気男と一緒になっちゃうんで。いや、そっちじゃなくて、なんで嫌いだったの？先生は僕の書く記事を全然褒めてくれませんでしたし、お二人の記事はポンポン学校新聞に載せるのに、僕の記事はよくボツになっちゃって。だってお前センスないんだもん。聞いたこと調べずにそのまま書いちゃって。校長は未来人だったとかって記事書いてたよね。副校長がそう証言してたので事実です。からかわれてんだよ。そんなの学校新聞に載せるわけないだろ。そうか、学校中にバレたら大問題ですもんね。考えもしませんでした。そういうことか。先生は僕の書く記事を頭ごなしに却下してきました。アドバイスしてくれたり、手助けしてくれるのはいい先生ってもんじゃないんですか？僕だって書くの好きだったのに、途中から書く気にもならなくなってしまいました。だから、いつか僕のこと認めさせてやるって思ってました。いつか立派になって、実際に書く仕事について、先生を見返して、先生に、校長は未来人だったって認めさせるつもりでした。認めさせるのそこなの？だから、ずるいと思います。こうして言っちゃうのも、もう二度と会えないのも、お葬式に行けないのも、もう二度と認めてもらえないのも。マスクなんか売ってんじゃねえよ。マスクなんて売ってねえで、ちゃんと働いて記事書けよ。そうですね。お前このままじゃ一生見返せないぞ。はい。
ほら、エマ、お前が変な話するからこいつ寝ちゃったじゃねえかよ。もう疲れてるんでしょ。寝かせておいてあげましょう。あ、でも、そんな風に寝てたら風邪ひいちゃうんじゃないですかね。ああ、確かに。聞かしとけよ、そんなもひどい。ん。いいんだよ。結局新聞部のみんなは自分本位だったってことだろ。じゃあ、私も自分本位で離脱しようかな。もうですか？だいぶ酔ってきちゃったし、言いたかったことは言えたし。またな。さっきさ、入らなくたっていいなら入りたくなかったって言ったけど、八木先生のためとはいえ一応自主的に入ったのよ。ハッピーセットのおもちゃを取り戻せたってことですかね。だからマジで意味わかんねえから、その例え。あれ？じゃあね。さあね、俺もタバコやめるか。どうせまた3日で再開するんじゃないんですか？かもな。でも今回もうちょっと頑張ってみるよ。辛抱強くさ。八木先生のためにですか？より良い未来のためにかな。久しぶりにこうやってみんなで顔合わせられてよかったですね。だな。じゃあ俺も寝るとするわ。明日も仕事ですか？そうだよ。俺には本物の仕事があんの。そうですか。おやすみなさい。またな。お前もなんかできることを見つけろよ。はい。あ、やばい。君に会えない日々、一人部屋の中でネトフリただ眺めてるだけ、1ヶ月880円、映画館行くより安くね、僕の孤独と財布が麻痺してく。また一日が終わり、 I miss you、でも僕はこの扉を Not open、 生きてまた会うために